皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。人生70年近くを生きるといろいろな困難に遭遇します。これを克服しなければ前進することができません。私はこのような時、とにかくもがくことにしています。今回は私が大きな困難に直面した時、これを何とか切り抜けた話をしたいと思います。時は1989年の暮れ、12月24日のことでした。私は米国の大学で博士研究員として研究に従事するため、福岡空港で飛行機に乗り込み離陸を待っていました。ある事情があり、日本に妻子を残し、単身で渡米となりました。飛行機の座席に座った後、丸い窓越しに空港ビルの送迎デッキを見ると、見送りに来た子供を抱える妻と両親の姿がありました。手を振りましたが、向こうからは私を確認できないようであり、昨日までの食卓を思い出しながら1年間の別れを寂しく感じました。この旅には大きな不安がありました。当時はまだインターネットが普及されておらず、米国大学のボスとの連絡は手紙かファックスで行っていました。しかし出発前日になっても私の到着後のスケジュールについて連絡がありませんでした。よって到着後に大学を訪ねたら何とかなるだろうと諦め、この旅立ちの日となりました。分かっていたことは、大学と学科の名前、ボスの名前、1年間の給料だけでした。到着後、どこに宿泊するのか、どう行動すればよいのかなどは不明でした。この渡米は私にとって初めての本格的な海外旅行だったため、不安はさらに大きくなっていました。福岡空港から羽田空港へ、そこからリムジンバスで成田空港へ行き、4時間後には米国デトロイト行きの飛行機の座席に座っていました。離陸間近となった時、スチュワーデス、当時はキャビンアテンダントでなくこう呼ばれていましたが、彼女が誰かを探している声が聞こえました。耳を澄ますと、それは私の名前でした。手を挙げるとスチュワーデスがやってきて、1枚のファックスを私に手渡しました。それはボスからのメモで、日本語で、アナーバーのデルタホテルに予約を入れているので、そこでしばらく滞在するように。宿泊料金は大学が支払うと書かれていました。文面からボスのファックスがフライトの日に私の大学に届いたこと、これを大学の事務員が日本語に訳しメモしたものであると推察されました。後で聞いた話ですが、空港から自宅へ帰った妻に電話があり、妻は伝言をメモし、これを東京に住む妻の弟へファックスし、弟はこれを成田空港へファックスしたものでした。メモを読み、ようやく私の心に火が灯りました。10時間以上のフライトの末、デトロイト空港に到着。
入国審査を終えて空港ロビーに入った時には時刻は夕方の5時を回っていました。アナバーまでのバスの時刻を調べてみると、その日の最終便はすでに出てしまっていました。仕方なく空港ビル前に停車していたタクシーに乗り込み、宿泊予定のデルタホテルへ行くように告げました。タクシードライバーはイエメンからの出稼ぎ人で、大柄の正直そうな男でした。車中どこから来たのか尋ねてきたので、私は当時経済状態が良かった日本から来たというとボラれるかもしれないと思い、周辺国の名前を挙げました。どういうわけか、ドライバーはデルタホテルという名前を聞いたことがないと言いました。市内に入り、とにかくどこでもいいからホテルに車をつけてくれと頼みました。私がホテルの中へ入るとき、タクシー運転手も同行してくれました。私はレセプションのスタッフにデルタホテルを知らないかと尋ねました。ドライバーと同様にスタッフもそのような名前のホテルはないと回答したため、私はまたしても途方に暮れてしまいました。そこでひとまず落ち着いて思案することにしました。そしてある策をひらめきました。もしかしたら大学事務からの電話を受けたとき、ボスからのファックスに書かれたホテル名を間違って聞き取ったのではないか。そうであれば日本人が聞き間違えてしまう似たような名前のホテルがあるのではないのかと考えました。そこでスタッフに市内ホテルの一覧表を見せてもらいました。20以上並んだホテル名を上から一つずつチェックしていくと、一つだけ気になる名前がありました。ベルタワーホテルです。これは日本人にはデルタホテルに聞こえてしまいそうだと思ったので、スタッフにベルタワーホテルに電話を入れて私の予約がないかを確認してもらいました。ズバリ私の勘が的中しました。私の宿泊の予約がありました。早速タクシーに乗り込み、そのホテルへ向かいました。ホテルの向かいには時計台ベルタワーがありました。ずっとサポートしてくれたタクシードライバーに多めのチップを弾み、ようやくホテルへ入り、自分の部屋でくつろぐことができました。折しもこの日はクリスマスイブで、泊まり客は私一人。外の気温はマイナス20度過ぎ、雪が積もっており、まさしくホワイトクリスマスでした。後で分かったことですが、ボスはクリスマス休暇を取り、1月10日まで不在でした。その間、私はホテルを拠点として研究室を訪ねたり、大学近くのアパートを探したりしました。そして1月が明けた時、アパートへ移りました。この後もいろいろとトラブルが続きましたが、ひとまず落ち着くことができ、新生活を始めました。海外旅行では信じられないようなトラブルに巻き込まれてしまうことが頻繁にあります。しかし、これを乗り越えなければ、その先の楽しみを味わうことができません。今回の問題は私が若かったので起点を利かして解決することができましたが、
今ならば困難であったかもしれませんね。また妻が大学から電話を受けた時、間に合わないと思って何もしなければ、私は路上でのたれ死にしていたでしょう。妻の諦めない行動力に感謝しています。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。